皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally のふみです。このポッドキャストでは中級者、上級者向けに日本語や日本文化を紹介していきます。料理をしたり、運転をしたり、何かをしながら聞いてください。シャドーイングに使う場合には、音の高低、つまり音の上がり下がりにも注意してシャドーイングしてみてください。英語の字幕が見たい人は YouTube チャンネル Speak Japanese Naturally Podcast で設定から出すことができます。毎週木曜日夜7時更新です。ぜひチャンネル登録して聞いてみてください。はい、改めまして皆さんこんにちは。このエピソードが出るのは6月12日です。もう日本は梅雨入りしました。梅雨というのは雨の多い季節のことです。ということで今日は梅雨についてお話しします。日本人が梅雨という時、どういうイメージが頭の中に浮かんでいるのか、それが少しでもわかるような話をしたいと思います。最初に梅雨の漢字の話をして、それから梅雨はどんな季節なのか、そして梅雨という言葉の持つイメージについてお話しします。では始めましょう。皆さん、梅雨という言葉は聞いたことありましたか？まさに今の時期の日本です。6月ぐらいから7月にかけて雨が多く降る1ヶ月ぐらいの時期のことを梅雨と言います。漢字だと梅に、雨と書きます。この梅雨っていうのは梅と雨で梅雨と読ませる特別な読み方です。梅をつって読んで雨をゆって読むわけではないです。二つまとめて梅雨と読ませる特別な読み方です。で、なんでそう書くのかについては説がいくつかあるらしいです。説というのは説明の説と書きますが、正しいとされる主張のことです。正しいとされるなので、正しいとは限りません。というか、正しいかどうかはっきり言うとはわからないということですね。だから、はっきりわからないときにいくつか説があると言います。梅雨の由来の説の一つは中国で梅の実が熟する時期に降る雨だからというのがあります。梅っていうのは木でそこに花が咲いて実がなります。で、実が熟すというのは収穫するのにいい時期ということです。で、梅はもともと中国の植物なんですが、日本には今から1500年前にはもう来ていたそうです。だから梅ってすっかり日本の文化に溶け込んでいます。例えば梅干し。梅干しは皆さん食べたことはありますか？梅の実を、塩でつけて赤くなる葉っぱを入れて赤じそって言うんですけど、で、それを何度か干したりしながら作るしょっぱい食べ物です。ご飯によく合うんです。コンビニに行くと梅干しのおにぎりっていうのが売っているので、気になる人はぜひ食べてみてください。で、ぜひ、好きだったかどうか感想を教えてもらいたいです。ちょっと独特かもしれませんね。で、あとは梅の花の模様とかですね。昔の日本っていうイメージがあります。だからとにかく梅ってなんとなく私の中でもう日本というイメージがあったので、
梅に雨で梅雨っていう言葉もすごく日本的な気がしてたので、中国に由来していたというのが、実は私の中では意外でした。で、他にもいくつか説があるんですけど、その梅の季節の雨っていうのが一番私の中で、なるほどって思ったので、紹介しました。梅雨の時期なんですけど、だいたい5月上旬から7月中旬とかです。年によって違います。で、日本の南の方から始まって、梅雨前線が北上してきます。北に上がるで北上ですね。で、梅雨は梅雨の漢字を音読みしたもので、前線というのは、一番前のことです。よく、戦争と天気に前線という言葉が出てきます。戦争の前線というのは敵とぶつかるところです。そして、天気の前線は、あったかい空気と冷たい空気の、境目です。で、梅雨前線っていうのは南から来る暖かくて湿った空気が北にある冷たい空気とぶつかるところです。で、湿った空気の方で雨が降ります。なので、さっき梅雨前線が北上すると言いましたが、だんだん梅雨の地域が南から北に広がってきます。日本の南は沖縄ですね。で、沖縄は、今年は5月22日頃梅雨入りして、で、なんともう6月8日頃に梅雨が明けたそうです。梅雨は梅雨に入る。で、終わるときは梅雨が明けるという言葉を使います。そう、だから、もう沖縄はなんと梅雨が明けちゃったんですね。で、毎年沖縄は、5月10日頃梅雨入りして、梅雨明けがいつもは6月21日頃だそうなので、今年の梅雨明けは早いみたいです。で、梅雨明けが早いと水不足になります。で、水不足は農業に影響します。食べ物をね、育てるのに、やっぱり当たり前ですけど、水が必要なので、水不足だと、ちょっとね、収穫量に影響が出て困ります。で、あと、昔は、学校のプールの授業がなくなったりもしました。日本は学校にね、どの学校にもプールがあって、水泳の授業があるんです。で、水不足だと、プールは水をね、たくさん使うので、プールの授業がなくなったりします。ただコロナの時にプールの授業がなくなったんですね。で、その後、息子たちの中学校とかでも、前ほどプールの授業が、今もないままです。だから今、なんか水不足に関係なく、プールの授業があんまりないですね。そう。で、私は昔、水着になるのが嫌で、だからね、プールの授業がね、嫌いでした。それは置いておいて、東京の辺は、通常は6月上旬に梅雨入りして、だから今頃の季節ですね。で、7月中旬に梅雨明けします。つまり、沖縄とは1ヶ月ぐらいのズレがあるんですけど、大阪とかとは、数日しかずれないですね。同じような時期に梅雨になってます。で、ただ、日本の一番北にある、北海道には梅雨がありません。で、とりあえず梅雨というと1ヶ月以上続く雨の多い、そして雨が降ってない時は曇り。だから雨か曇りしかない季節、時期ということですね。で、気温なんですけど、基本的には高いです。で、今もだいぶ高くなってきてるんですけど、25度とか
ひどいと最近でも30度を超えました。で、気温が高くて雨が降っているので、湿気がすごいんですよ。湿気というのは、濡れてるわけじゃないけど、湿った感じですね。空気中の水分量が多いのが湿気が高いってことですね。で、ジメジメという言葉があるんですが、これは湿るから来ています。で、オノマトペのエピソードでお話ししたんですが、濁音、つまりこの点々のついている音、しじゃなくてじが濁音なんですけど、濁音のオノマトペはマイナスの意味が多いです。なので、ジメジメっていうと気持ちの悪い湿り方です。カビが生えそうな湿り方です。あと、汗をかくときに気持ちのいい汗ってあると思うんです。パッと乾いちゃうような汗。でも、ジメジメしているときって、汗が乾かないんですよね。ずっと肌についている感じ。じっとり汗をかくというのが、ジメジメしているときにかく汗です。オノマトペの回、聞いていない方はぜひ聞いてみてください。勉強になると思います。エピソード21です。で、今、気温が高い話をしたんですが、実はその反対で、梅雨寒という言葉があります。私、この言葉結構好きなんですけど、これは梅雨の間に時々ある、なんだか寒い日のことです。時々本当に急に寒くなるんです。なので、うちの場合は、梅雨が終わってから、もう梅雨寒がないって分かってから、ストーブなどをしまっています。本当にね、時々急に寒くなるので。なんですけど、今年は私が先週実家に帰ってたんですけど、その間に夫がストーブをしまっていってくれました。なので今年は梅雨寒になったらエアコンのね、暖房を使おうと思います。私の父がちょっと入院したので3泊4日で帰ってたんですけど、夫が家事をすると洗濯物もたまらないし、部屋も綺麗で、帰ってきたら、私がいた時より綺麗になっていました。ありがたいことですね。で、父はもう元気になったんで、大丈夫です。安心しました。なので、気温については、基本暑くてジメジメしているけど、時々なんだか寒い梅雨寒の日もあるというところです。では、最後に梅雨のイメージをお話しします。パッと思いつく言葉を言っていきますね。まずね、とにかく一番最初はこれです。髪がうねる、跳ねる、まとまらない。うねるというのは、髪がまっすぐじゃなくて変な方向に曲がることです。で、なんかね、全体的に変な方向に行っちゃう感じですね。で、髪が跳ねるっていうのは、一部の髪の先が変な方向に向くことです。向いてほしくない方向に向くことですね。まとまっている髪とかね、まとまりやすい髪っていうのは、ちょっとドライヤーとかでとかね、溶かしたりするとさーっとまっすぐ綺麗になる髪なんですけど、梅雨の時期はもうジメジメしている。つまり湿度が高いので、髪がとんでもないことになります。全然まとまらないんです。なので、美容院に行くとですね、薬を使って髪をまっすぐにする宿毛矯正というものがあるんですけど、宿毛矯正は梅雨に入る前にやる人が多いです。5月にやります。そうすると、梅雨の時期でも髪がね、まっすぐに保てます。日本は割とストレートのまっすぐな髪が好きな人が多い気がします。なので、その宿毛矯正も結構ね、5月は予約が取りにくくなります。
はい。じゃあ次の言葉。カビ。気温が高くてジメジメしてるんで、カビが生えるんです。気をつけないといろんなものや場所がカビます。で、前に住んでいた家は洗面所の壁にカビが生えました。洗面所に窓がなかったんです。あの家はね、本当にカビが生えやすくて嫌でした。そう、日本の古い家って逆に風通しがいいんですよ。だから冬すごく寒いんですけど、風通しがいいからそんなにカビないんですよね。でも前住んでた家はマンションだったので、わざと暖かくするために空気が逃げないようになってるんですね。で、それが気密性が高いっていうんですけど、まあそうすると逆に湿度が高いとカビやすくなるんですよね。この梅雨の季節は、部屋だけじゃなくて食べ物もカビやすくなります。ちゃんと冷蔵庫に入れないと危ないです。夏はね、やっぱり暑いからみんなちゃんと冷蔵庫に入れるんですよ。でも、この梅雨の時期は夏ほど暑くないから、まあいいかなって、夕飯のね、カレーをそのまんま鍋に入れて、冷蔵庫に入れないで、ガスのところに置いておいたりすると、もう次の日の朝、なんか嫌な感じになっていたりします。で、じゃあ次のイメージは、洗濯物が乾かないです。日本は洗濯物を外に干す人が多いです。で、今は乾燥機付き洗濯機を使っている人も多いですけど、それでも外に干す人の方が多いと思います。その方がね、気持ちいいって私なんか思っちゃうんですよ。太陽に当てた方が気持ちいいっていう風にですね。で、晴れている日に外を散歩すると、ベランダとかね、庭に洗濯物が干してあります。あと、布団もね、干してあります。太陽に当てると、清潔になる、湿っぽくならないんですよね。だから天気のいい日は、洗濯物と布団を干します。でも、梅雨の間は雨なので、干せないんですよ。で、洗濯物は、部屋の中で干すことになります。そうすると、よく乾かないし、ちょっとね、匂いもね、嫌な匂いがするんですよ。それがね、ちょっと嫌ですね。で、こんな感じで、梅雨って聞いて頭の中に起きるイメージとしては、そういう悪いものがね、まず来る感じがあります。ただ、綺麗なものもあります。まず一つ目、それは、アジサイですね。花の名前です。梅雨といえば、アジサイです。で、雨の中咲いているアジサイっていうのは、とっても綺麗です。なので、この時期は、アジサイ祭りとかがね、いろんな地域であったりします。あと、綺麗な言葉として、さみだれというのがあります。漢字で5月の雨と書いて、さみだれという特別な読み方をします。日本は昔、旧暦といって、今と違うカレンダーを使っていました。で、今は太陽の動きを元にしたカレンダーなんですけど、昔は太陽と月の動きを元にしたものでした。その旧暦の5月というのは、今の6月だそうです。なので、さみだれというのは、ちょうど今のこの梅雨の時期の雨のことなんです。さみだれが出てくる素敵な俳句があるので紹介します。さみだれを集めて林、最上川。俳句といえば有名なのは松尾芭蕉という人です。江戸時代の人です。その松尾芭蕉の俳句です。最上川は、山形県、つまり
東北地方にある大きな川です。その最上川が梅雨の雨で川の水が増えて、勢いよく流れていたんだと思います。何かの記録によると、この芭蕉がですね、その最上川で船に乗って川下りをしたそうなんです。だから多分その勢いをいいっていうのが、肌でね、実感できたんだと思うんですよね。そう。だからこの俳句、さみだれを集めて林、最上川と聞くと、そういう風景というか、情景が想像できませんか？できますよね。だからこれは素晴らしい俳句なんだと思います。で、俳句はこのように、五七五のリズムのものです。五七五ってさみだれを、今これ5文字ですね。で、集めて林、これ7文字。最上川、これ5文字。で、この今文字っていうのが拍にあたるんです。だから、5拍、7拍、5拍のこれが俳句なんです。で、この俳句っていうのは、この五七五っていうリズムが大事なんですけど、それだけじゃなくて、季語というものが必要です。季語は季節の言葉という意味ですが、俳句には必ず季語を入れないといけないという決まり、ルールがあります。で、さっきの俳句の場合、さみだれが季語です。だから俳句は季節を歌うものが多いんですけど、私もこの時期大きい川の水が増えて、わーって流れてるのを見ると、さみだれを集めて林、最上川っていうのがね、頭に浮かぶんですよ。この俳句素敵なので、ぜひ覚えてみてください。アクセントとイントネーションに気をつけて言うようにしてみてください。まず、さみだれをって上がりますね。で、集めて、圧が高くて、めては低くなりますよ。はやし。はが高くて、やしって降りてきます。そして、もがみまで上がって、がわと下がってきます。全体的には、さみだれを集めてはやし、もがみ川となります。全体的なイントネーションもね、流れるように読んでみてください。ちなみに、最上川がどんな川か知りたい方は、山からその最上川が始まるんですけど、そこと、そして平地、平らな場所に来て、そして海に注ぐところまでを空から撮った動画のあるページのリンクを概要欄に貼っておきます。子供向けの番組の動画なので分かりやすいです。最初の方はもちろん山の中なんで、そんなに大きくない川が、もうほんと河口って言って海に注ぐあたりになってくると、かなりこの川の幅の広い大きな川になってます。では、今日の話をまとめます。梅雨は、ジメジメして、カビっぽくて、髪がまとまらなくて、洗濯物が乾かない季節ということでした。そして、さみだれを集めて林、最上川という句が素晴らしいということでした。最後に一つ宣伝をして終わりにします。今日は、さみだれを集めて林、最上川という俳句が出てきましたが、さっきも言った通り、俳句は五七五という拍でできています。この五七五って日本語の大事なリズムです。なので、こういう俳句を覚えるっていうか、言うことは、日本語のリズムを良くするのに役立ちます。で、もう少し詳しく知りたいという方のために、私はサブスクコースで日本語の発音、リズム、ピッチアクセント、イントネーションなどを教えています。英語で教えるコースなので、小さいつの音や伸ばす音とか、ピッチアクセントとか、特に英語母語話者の苦手とするものを多く扱っています。
勉強になると思います。で、それだけじゃなくて、会員になってもらうと、毎月発音チャレンジというものに参加できます。文を読んでもらって、ここをこうするともっといいですよっていうアドバイスをします。なのでよかったらぜひチェックしてみてください。では皆さん、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また高評価をしたり、友達にシェアしてくださった皆さんありがとうございます。皆さんが聞いてくださるので楽しく続けられています。では皆さん、良い一日をお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。